ワンスヒューマンをこれから始める方へ、最初は何をすればいいのか迷うことも多いと思います。今回は初心者の方が迷わず快適に進めるための知識をまとめて紹介します。1、おすすめの武器。初心者の方におすすめの武器は弓のコンパウンドボウ、逃げ場がないです。この武器を使うメリットは3つあります。1つ目は弾薬コストが安いことです。弓の場合、弾を木と石で作ることができるので、とてもコストが安いです。普通の武器の場合は火薬で弾を作成します。序盤は火薬が不足しがちなので大変です。2つ目は圧倒的な雑魚処理能力です。敵に命中するとバウンスが必ず発生し、複数体の敵にバウンスが飛んでいきます。サイロ攻略においてはこの弓を使ったビルドが現在環境トップなくらい強いです。3つ目はボス相手でも十分な火力を出せることです。この武器はモンスターのダメージ軽減補正を無視してダメージを与える防御無視ダメージがあります。例えばシャドウハウンドは弱点以外のダメージを軽減する物理補正を持っていますが、この武器はそれを無視してダメージを与えられるので簡単に倒せてしまいます。操作性に関しては実際に新規アカウントで一から初心者サーバーでコントローラーでプレイしてみたところ、全サイロ問題なくクリアできたので、扱いが難しいということは全くないと思います。もし最初は何を作るか迷っているのであれば、投稿者は弓をおすすめします。2、スタークロムを何に使う？スタークロムは武器や防具の設計図を開放したり、設計図を強化するために使うアイテムです。スタークロムは毎月獲得できる量に限りがあるので、序盤は何に使うかが非常に重要です。金武器の設計図を開放する場合は8000スタークロムが必要です。金防具の設計図を開放する場合は2000スタークロムが必要になります。設計図は一度開放してしまえば自分で作れるようになるので、拾った装備を使わずに済みます。最初は使う武器と防具を決めてから開放しましょう。またスタークロムはゲーム外で配布されているイベントコードを入力するともらえたりもします。動画の概要欄にスタークロムがもらえるコードなどを記載していますので、ぜひ序盤に活用してみてください。3、武器と防具どっちを強化する？このゲームには物理系武器とエレメント系武器の2種類の武器があります。物理系武器はバウンス、スプレッドガン、ハンティングマーク、ウェポンバースト、ラピッドガンなど物理ダメージを主軸に戦う武器です。エレメント系武器はやけど、パワーサージ、フロストボルテックス、不安定爆弾などエレメントダメージを主軸に戦う武器です。物理系武器は武器の設計図を強化して星を上げると攻撃力が上がるのでダメージが伸びます。エレメント系武器は防具の設計図を強化して星を上げると超感覚強度というエレメントダメージに直結するステータスが上がるのでダメージが伸びます。そのため物理系武器を使う場合は武器の設計図を、エレメント系武器を使う場合は防具の設計図を強化する。この2つを覚えておきましょう。少し分かりにくいと思うので実際に使う武器を例にします。今回の弓のようなバウンスで戦う物理武器は武器の設計図を強化すると火力が伸びます。たこ焼きドーナツなどのやけどダメージで戦う武器は防具の設計図を強化することで火力が伸びます。序盤は武器を強くしたいからとりあえず武器の星を上げると考えるのではなく、自分が使っている武器が物理系武器なのかエレメント系武器なのかを確認してから強化しましょう。また武器や防具の設計図を強化するには大量のスタークロムが必要なので、使う武器や防具をある程度決めてから強化するのがおすすめです。4、設計図変換でスタークロムを節約。設計図変換は設計図の強化状態を別の設計図にそのまま移動させることができます。例えば弓を星6まで強化したとします。その後別の武器を使いたくなったとしても、最初からその武器を星6まで強化し直す必要はありません。設計図変換を使えば強化した設計図の星を別の設計図へ移すことができます。
そのため最初からいろいろな武器の設計図を強化するよりも、まずは自分が一番使う武器を一つ強化する方が効率的です。防具に関しても同じで、星6の防具を一つ作って設計図変換するだけで簡単に全部位を星6の装備にすることができます。上手に設計図変換を使ってスタークロムを節約しましょう。5、おすすめ防具。おすすめの防具はクライシス ×4、ブレイドズボン、ゴーストリンク ×1 です。武器の設計図を開放したら、マスク、トップス、グローブ、シューズのクライシスの設計図を開放していきましょう。序盤ではこのクライシス 4V を揃えることを一つの目標にすると良いと思います。ただし最初から全部を完璧に揃える必要はありません。拾った防具を使いながら設計図を開放できるタイミングで少しずつ揃えていけば大丈夫です。クライシス装備の能力は 4V 装備すると HP が 40% 未満の時にシールドを生成してくれます。8秒に1回生成してくれるのでかなり強いです。また普通に汚染地域に行くと HP がどんどん減ってしまって探索がとても大変ですが、クライシスは汚染地域でも HP が 40% までしか減らないのでタフだったりします。次は重要防具のブレイドズボンについてです。ブレイドズボンはバウンスの回数をプラス1してくれる効果があり、弓の火力を飛躍的に上げてくれます。ただし重要防具は 1V しか装備ができない制限があるので注意が必要です。解放順に関してはクライシスが先でも後でも問題ありません。個人的にはブレイドズボンが先の方が楽だと思います。ゴーストリンクヘルメットはクリティカル確率を上げてくれます。正直なところなくてもあまり支障がないので、スタークロムがたまるまでは拾った装備を使いましょう。6、おすすめのモッド。序盤のモッドは武器箱や防具箱から出たモッドをつけるのがおすすめです。中盤もモッドに関しては序盤と同じでも大丈夫です。武器がティア5ならサイロのハードもクリアできました。終盤は武器と防具に爆裂モッドをつけましょう。爆裂モッドはクリティカルダメージと重機ダメージを上げてくれるので、クリティカル率の高い弓と相性が非常に良いです。また爆裂モッドはサイロボスのオブリビオンロードの周回で使用する P90 や現環境で単体最強の DPS を誇る M700 絶叫にも使えるので、少しずつ集めておくと今後スムーズにビルドを変更して遊ぶことができます。7、序盤に確保したいデビエーション。序盤におすすめしたいのはブードゥー人形です。ブードゥー人形は相手にデバフを与える効果があるのでダメージを伸ばしてくれます。また自分が受けたダメージの半分を肩代わりしてくれるので想像以上に被ダメージが減ります。主な入手先はサンバリー中学校の屋上と常緑ぶどう園の広場で入手することができます。線ごとに湧いているのでいなかったら線を変えてみましょう。エネルギーの回復速度も速くて火力も上がるのでとても使いやすいです。8、優先して解放したいミーム。序盤で早く解放したいミームは上級装備作業台です。基本的に武器のティア2以上を作る場合は武器パーツが必要になりますが、弓の場合は武器パーツを使わずにティア2以上の弓を作れるので上級装備作業台との相性も良いです。ミームは種類が多いので最初から全部を解放しようとするとポイントが足りなくなってしまうので、今作りたいものに必要なミームから解放していくのがおすすめです。中盤から終盤はリサイクル電気ファーネスがおすすめです。このファーネスで作ると全て2倍の量で完成します。ミームポイントの稼ぎ方に関しては以前に投稿した動画で紹介しているのでそちらを参考にしてみてください。9、不足しやすい酸液の集め方。酸液は復活するためのアドレナリン注射、弾を作るための火薬、タングステンインゴットなど頻繁に使用されるアイテムです。町やサイロにいるデビアント系のモンスターを倒すとドロップします。サイロファイやシータなどにはたくさんいるので周回しながら集めておきましょう。終盤はリサイクル電気ファーネスを使用して酸液を作るのが一番楽です。このファーネスで作成すると酸液が2倍作成されます。
2万エネルギーバッテリーで作成すると200個作れます。またスターダストエーテル400個でも200個作れます。どちらの素材もモノリスのトレントやシャドウハウンドを周回すればすぐに貯めることができます。10、あると便利なお役立ちアイテム。まず1つ目は拡張バッグです。所持重量上限を上げてくれます。序盤はテックポイントに余裕がないので、余裕ができたら解放しましょう。2つ目は木と石の旅具です。木や石系の重さを減らしてくれます。3つ目はふわふわです。所持重量上限を増やしてくれます。ふわふわはバルーンドッグが排出した素材を使って作成することができます。バルーンドッグはグレイウォーターキャンプの商人が販売しているので、それを買いましょう。4つ目は竜形です。使うと空中ダッシュができるようになります。空中ダッシュができると早く長距離を移動できるので常備したいアイテムです。量子カタツムリが排出する素材を使って作成することができます。カタツムリは根源の戦いの報酬の宝箱から入手できます。町のデビ箱からも出ることがあるので毎日見て回りましょう。11、攻略を楽にするバフ料理。料理は単純に空腹を満たすためだけのものではなく、戦闘前に食べることで火力を大きく上げることができます。イメージとしては料理バフありとなしではだいたい 1.1 倍から 1.2 倍ほどのダメージ差があります。そのためボス戦やサイロに挑戦するときは可能なら料理を用意してから行くのがおすすめです。料理は領地のグリーンドラゴンが作ってくれると効果量が飛躍的に高くなります。グリーンドラゴンの異能レベルが高いと効果量も上がっていきます。異能レベルの最大は5レベルです。活躍度が 90% を下回ると効果量が落ちるので 90% 以上なのを確認してから料理しましょう。グリーンドラゴンはサイロファイのクラゲのボスを倒した先の小部屋で入手できます。異能レベル5の料理バフはかなり強力なので時間がある時に周回しましょう。物理武器のおすすめの食べ物はクラッシュブレッドとスターダスト串カツです。クラッシュブレッドは重機ダメージを上げてくれるのでベースのダメージを底上げしてくれます。通常の戦闘やサイロで使用しましょう。レシピの入手場所はリップル B 市場の青い建物の2階です。スターダスト串カツはハンティングマーク対象へのダメージがものすごく高くなります。モノリスのボスなどの単体相手に使用しましょう。ただ材料でミルクが必要なので鹿などの飼育が安定した終盤でしか入手が難しいです。レシピの入手場所はホルト町のカフェの机の上です。次に飲み物はスターダストエナジードリンクとスターダストキノコスープがおすすめです。スターダストエナジードリンクは2段ジャンプができるようになるので探索や移動がとても楽になります。レシピはミームで開放できます。スターダストキノコスープはスタミナの上限とスタミナ回復速度が上がります。長時間走れるので移動が便利です。レシピの入手場所は連続山農場のカウンターの上です。このゲームにはジョブのシステムがありますが初心者サーバーにはそのジョブのシステムがないので料理を2つずつ食べられるシェフを使うことができません。なので用途に合わせて料理を使い分けましょう。12、最終的に目指すビルド。最後にここまで紹介した内容を踏まえて初心者が終盤で目指したいビルドを紹介します。武器はコンパウンドボウ、逃げ場がない。構成は携帯スタイルのクリティカル確率。携帯スタイルにすると弓のチャージ速度が爆速になります。頭はゴーストリンクハット、マスク、トップス、グローブ、シューズはクライシス、ボトムスはブレイドズボンです。武器と防具はすべて星6のティアゴ装備です。武器モッドは多重バウンス、爆裂。バウンスのモッドはシャドウハウンドから入手できます。もしレベルの高いキーワードモッドのバウンスを入手したら爆裂と入れ替えましょう。サブ武器はスポットオンなどのハンティングマーク武器。これでスターダスト串カツの効果を発動させます。パーツは命中精度重視。頭は先手必勝、爆裂。弓は頻繁にリロードをするのでクリティカル確率が上がるこちらを使用します。マスクは精密バウンス、爆裂。
条件を満たすとバウンスダメージがプラス 125% になるのでとても強いです。こちらもレベルの高いキーワードのバウンスを入手したら爆裂と入れ替えましょう。銅は有意時爆裂。敵を倒すとシールドが増えるので生存力がかなり上がります。もしくはハードシールド爆裂。こちらはシールドがある時に被ダメージを 15% 減少してくれます。使用感が良い方を使ってください。ボトムスはクリティカルライジング爆裂。マガジンが0の時にリロードするとクリティカルダメージが 15% 上がっていきます。弓はリロードを頻繁に行うので相性が良いです。グローブはクリティカル強化爆裂。クリティカル率を足す 15% してくれます。クリティカル主体のビルドなので強力です。足はラッシュアワー爆裂。もしくは援護作戦爆裂。クライシスの特性を生かして HP が 40% で戦う場合はラッシュアワーを使用しましょう。そうでない場合は援護作戦を使用しましょう。使いやすい方を使用すれば OK です。クレイドルはこんな感じ。防具の皮はこんな感じ。モッドのレベルは14レベルを目指すと良いと思います。14レベルあれば火力も十分です。デビエーションはブードゥー人形もしくは蝶の使者。ブードゥー人形は生存とダメージのバランスが良いです。蝶の使者は瞬間火力が高く、よりダメージを出したいゲームに慣れた方向けのデビです。サイロシブマのクリア報酬から入手できます。料理バフは前に紹介したものと同じです。食事後のステータスはこんな感じ。最後にまとめです。今回紹介した内容を全部覚える必要はないので、まずはこの5つだけ覚えておいてください。いかがだったでしょうか。最初は何をするにもわからないことだらけなので、この動画が少しでも初心者の方の参考になれば嬉しいです。疑問、質問、わからないことなど何かありましたら、ぜひコメントで教えてください。ワンスヒューマン楽しんでいきましょう。お疲れ様でした。